今回は、ガンプラです。ベルが、キロスからそんなに経ってないのに、珍しいな。ガンプラというからにはガンダムを作らないといけないと思ったのです。それで、よりによってキターンズカラーのマーク2か。ガンダムマーク2が好きなんですよ。やっぱりガンプラは部品が多いな。各機体の部位を貼り合わせていかないといけないですし、場合によっては内部構造もあります。多くならざるを得ないというわけだな。シールです。デカールじゃないんだな。デカールは敷居が高いと感じる人もいますから、両方サポートしてくれると嬉しいんだけどな。ちなみに左のものは使いません。塗装でカバーできるからな。説明書の完成イメージです。こんな感じに綺麗に作るのが目標だな。そして、カラーガイドです。塗料を混ぜて調色しないといけないな。はい、費用もかさみますので、今回は、いくつかガンダムカラーを使いたいと思います。キターンズブルーとガンダムレッドだな。説明書には、各パーツの材質なんかも載ってます。今回は、ほとんどスチロール樹脂だ。ABS 樹脂があるときは注意です。ブレーキシステムか。ラッカーを塗りたくると割れちゃいます。要注意だな。さて、パーツをランナーから切り取っていきましょう。随分変なところにニッパーを入れるんだな。いきなりパーツの近くを切ると、引きちぎる形になる可能性があります。なので、余分な力がかからないように、切り出してからギリギリを狙いたいと思います。それでも、こんな感じで白くなって、ヤスリがけが必要になります。まず単純に磨いてみましょう。これで綺麗になってくれれば御の字だ。綺麗になりきらないときは、セメントを持って、再度磨いてやります。パテで埋めたりはしないんだな。個人的にはセメントで処置するのが好きです。ほとんど白濁部分が目立たなくなりました。さらに塗装すればバッチリのはずだな。そして、これらのパーツは、このように組み立てていく必要があります。ダボ穴とピンのテンションが強いと、隙間が生まれがちになるので、ピンバイスで穴を拡張してやります。やりすぎて、向こう側に貫通しないようにな。それは、とんでもない悲劇です。穴を拡張してやれば、非常にスムーズに隙間なく組み立て可能になります。綺麗に組み合わされば、削り作業なんかが少なくて済むから助かるな。組み立てる前に、内側を塗装しておきましょう。あまり、目立たない部分だけど、艶消し黒で塗装だな。そして、内部に埋め込むポリキャップです。力が加わると、ある程度簡単に変形する素材だな。ポリエチレンは、ヤスリで削るのは効果が薄いので、ナイフで切り落として整えます。切り取りすぎないように注意だな。前面、背面のパーツとポリキャップを揃えました。説明書の図とよく照らし合わせて、間違いがないようにな。ポリキャップが挟まっている分、ちょっと閉じにくくなっていますが、どうやら大丈夫のようですね。次は接着だな。接着には、この流し込みタイプのものを使います。パーツをある程度すり合わせてから流し込めるから、より精密に接着できるな。接着力も申し分ないですね。先ほどの胴体のパーツの他に、バックパックのパーツなどの組み立てを行い、ミッドナイトブルーで塗装する部品が一通り揃いました。胴体、腰、足、それからシールド関係だな。すぐにでも塗装にかかりたいところですが、削った粉を落とすため、水洗いします。ホコリなんかと同じ、塗装の天敵だからな。塗装を始める前に持ち手を確保しましょう。ガンプラは、挟むところに困らないな。はい、何も問題ありませんね。それでは、塗装を進めていきたいと思います。この部分はミッドナイトブルーで塗装だな。ガンダムカラーを使わなくても、単色で問題ないので助かります。プラの色と塗料の色がほぼ同じだな。色が変わったというより、質感が変わった感じに見えますね。続いて、塗り重ねをしていきます。塗料を5倍希釈しているから、重ねないと、さすがにムラになるからな。ほとんど同じ色といっても、色ムラもありますしね。さらに落ち着きが増した感じかな。半艶なところに、1割ほどのフラットベースを足してますからね。3回目の塗装開始だな。あと、1、2回で蹴りがつきそうですけどね。
航空機なんかと違って、入り組みがちだよな。ムラ発生の確率は減りますが、塗装時間が伸びますね。それほど大きくはないこのパーツで、1回塗るのに5分かかります。航空機プラモの胴体塗装が、1回あたり10分くらいなのを考えても、やっぱり手間はかかる感じだな。3回目でそれなりの結果に落ち着きましたね。念のため仕上げにもう1回塗装といった感じかな。はい、そうしていきましょう。くれぐれも、ここで失敗しないようにしないとな。下手をすると振り出しに戻っちゃいますからね。他のパーツでいくと、このシールドの平面が厄介極まりないです。ほとんど湾曲していない平面で、色合いが黒に近いと逆に難しいんだよな。ブラシ痕が気になる部分ができてしまいました。これは、修正していくしかないな。まず、2000番くらいのサンドペーパーで鳴らし、何度か塗り重ねを行います。ここでも筆ムラが発生しないか細心の注意が必要だ。腰のパーツの裏側などは、筆を変えて塗装します。くぼんだところには平筆が届かないからな。塗装の結果ですが、少し気になるところは、もう少し修正の余地があるかもしれません。最後、バランスを見て考えるかな。続いて、灰色のパーツの作業を進めましょう。関節なんかの内部的な部品だな。まず、組み立てた後では塗りにくい部分を、先んじて塗装していきます。可動部分の支点になっているところが多いな。組み立てた後、完全に隠れてしまうところも多いですが、念入りにやっておきたいと思います。二度手間は嫌だからな。灰色には、航空機のコックピットに使う、ミスターカラー317番を使ってます。かなりニュートラルグレーに近い色だな。各パーツを貼り合わせていきます。ポリキャップを忘れずに挟み込まないとな。部品によっては後で合わせ目消しが必要です。モールドとうまく組み合わさって、目立たなくなる部分も多いけどな。そういうところは、楽ができて良いですね。さて、グレーの塗装ですが、この色は、ミッドナイトブルーに比べると、若干、色合いが違っています。317番自体がしっかりした色だから、結構、1回塗っただけでも着色するけどな。航空機のコックピットの時も、しっかり簡単に塗装できますしね。317番はやはり鉄板だ。細かな部分は、面相筆で塗装していきます。平筆じゃ持て余すからな。持て余すといえば、こんな込み入った部分もそうですね。一旦、平筆で周りを塗って、届かないところは、面相筆だな。平筆で無理に塗ろうとすれば、筆が傷みますしね。ビームライフルの筐体は、2色刷りなのでマスキングします。エンジングレーとさっきの317番で塗装だな。バズーカは、3色刷りです。エンジングレー、317番、ティターンズブルーだな。ティターンズブルーなんかで塗る必要あったか。ロボット魂か何かの配色でそうなってたんです。境界部分をマスキングして修正します。初めからマスキングすればよいのに、うっかり灰色側を先に塗ったので、形状の問題からマスキングがしづらかったんです。細かな部分の仕上げです。傾向な感じのグリーンになる部分だな。シルバーをベースに塗って、クリアグリーンを上乗せします。シルバーの層を溶かさないよう注意が必要だ。そして、ティターンズブルーの塗装です。こいつは、主に外装部分が多いところだな。ミスした部分があると目立つので、丁寧な作業が要求されます。とは、言いつつも、ミッドナイトブルーよりは格段に塗りやすいです。ほとんどムラが目立たない素直な色だ。シールドの恐怖の平面も問題ないです。若干面積も小さめだしな。入り組んだ構造も控えめです。塗装にかかる時間も短縮されるな。ティターンズブルーから先に塗った方が気が楽でしたね。それは問題の先送りでしかないけどな。少し手間をかける必要があるのが裏側の塗装です。関節部分と同じ、317番で塗装だな。317番で塗装するだけなら、それほど手間じゃないんですが、フレームっぽいところを塗り分けておきたいと思います。結構該当箇所がたくさんあるんだよな。シールドの裏面は、マスキングが必要です。
エッジ部分が効いてないから、フリーハンドでは難しいからな。入り組んでいるんで小分けにする必要があります。航空機のキャノピーと同じ要領だな。ティターンズブルーの部分も完了ですね。こいつもプラの色とほぼ同じだったから、楽だったな。バンダイの品質はすごいものがあります。そして、今までになかった鮮やかな色の領域です。黄色と赤か、まさに難しい色だな。だが、プラの色と一致しているけどな。今回のパーツは、入り組んでいてかつ小さいので、いつもの熊野筆の平筆の出番はなさそうです。面相筆で角面をしっかり押さえないとな。赤色側は、形が比較的単純なので、黄色いパーツより格段に簡単そうです。あまり変わっているように見えませんが、塗装完了です。これもまた、バンダイのキットの力に、助けられてる感があるな。そして、最後は頭部に関わる作業です。顔の部分を挟み込む必要がある上に、細かい作業が多いところだな。まず、挟み込みが必要な顔部分を処置します。まずティターンズブルーだな。挟み込む方のパーツの内側も、忘れずに塗っておきましょう。後から塗るのは難しいからな。さらに口に当たる部分の赤色です。ここまで来ると非常に細かいパーツだな。さらにデュアルセンサー部分です。ここは、地味に3色で塗り分けだ。まず、周りを黒で塗り、目に相当する部分をシルバーで塗装します。最後にクリアグリーンでコーティングして完了になりますね。他のセンサー類と同じやり方だな。組み立てるとこんな感じです。ガンダムっぽいな。正真正銘のガンダムですからね。では、挟み込んでしまいましょう。合わせ目消しを行ったら、外面を塗装します。当然、ここもブルーだな。さらに頭頂部の部品を仕上げて、アンテナを黄色で塗装すれば、頭部も完成です。さあ、いよいよ組み立てかな。組み立ての前に墨入れをしておきましょう。組み立てた後じゃあ、やりにくいもんな。エッジが際立っていたり、彫りもしっかりしているので、墨を入れるにしても苦労はないですね。ただ、黄色のパーツ部分は注意したいです。はみ出したりすると、綺麗にするのが大変だからな。余分な部分を拭き取るのも、問題なしですね。墨入れしたいところにはしっかり残ってくれるからな。こういう入り組んだ部分は、綿棒だけでは無理ですね。面相筆も使って落とす方が賢いな。それでは、すべてが整ったので、組み付けを始めましょう。部品の干渉とか整合しないとかは、ほぼ考える必要ないな。あっという間に組み上がっていきます。と、思っていたら、足の部分に塗り忘れがありました。しかも、これは、黄色に塗らないといけない部分か。今までになかった、プラの色を覆さないといけない黄色塗装です。こんなところで修羅場が発生だな。幸いにして対象の面積は少ないので、しっかり黄色を着色したいと思います。それから背面のアポジモーターです。これは最初の方で忘れてたやつだな。やらないといけないと頭の片隅で思ってたんですが、コロッと忘れてしまってました。塗装完了しましたので、組み立てを続行します。3日は優に足踏みしたな。気をつけないといけないですね。これで下半身も完成しましたので、上半身と接合すれば、ほぼ完成。頭部を差し込めば、組み立て作業は終了です。最後は、シールを貼り付けましょう。デカールと違って、貼り付け箇所の調整が簡単にできないから、一番気を使う作業かもしれないな。144分の1スケールガンダムマーク2、完成です。ティターンズカラーだな。はい、個人的に、お気に入りなモビルスーツの一つです。洗練されたフォルム、まさに主人公機といった感じです。いや、あくまで白い方が主人公機だけどな。説明書に載っているポーズを取らせてみましょう。関節が外れたりしないから、優秀だ。ビームライフルだとかシールドなんかの武装も、簡単に外れたりしませんね。144分の1スケールの方がしっかりしてる部分もあるな。バズーカも問題なしですね。このキット、膝関節が結構曲がるんだよな。二重関節になってます。
ビームサーベルを構えさせてみましょう。結構サーベルは、長いんだな。長くてかっこよい気がします。今回、HG のガンプラを作ってみました。やはり、ハイクオリティだな。作る順番を間違えなければ、作っていて、全くストレスを感じませんでした。ちょっと良すぎて、手応えに繋がらないよな。贅沢な悩みです。当チャンネルで初のガンダムいかがでしたでしょうか。評判がもし良ければ、こういったガンプラ作成も、頻度を増やしても良いかなとも思っています。少し新しい分野開拓も必要だろうしな。色々すでにいただいているアドバイスも、参考にしていきたいと思います。それでは、今回も長い時間のご視聴、ありがとうございました。引き続き頑張っていきたいと思いますので、また次回、よろしくお願いします。